こんにちは、ツインネイルームへようこそ。今日は、ツインネイ、チェイサー、精神崩壊というテーマでお話しします。ツインネイの関係は、とても特別で深い絆を持つものですが、その過程で多くの挑戦や困難を経験することもあります。特に、チェイサーと呼ばれる側が直面する精神的な崩壊について詳しく掘り下げていきたいと思います。では、始めましょう。チェイサーとランナーの役割。ツインネイの関係において、チェイサーとランナーという概念があります。チェイサーはツインネイの関係を追い求め、ランナーは逆にその関係から逃げる傾向にあります。これは必ずしも物理的な距離を意味するものではなく、感情的や精神的な距離を指すこともあります。このダイナミクスは、二人の魂の成長と覚醒の過程において重要な役割を果たします。ランナーが関係から逃げる理由は様々ですが、主に深い感情的なトラウマや未解決の過去の問題が原因となることが多いです。一方、チェイサーは、ランナーとの再会を求め、絶えず努力し続けます。この役割の違いが、チェイサーにとって精神的な負担をもたらすことがあります。チェイサーの精神的負担。チェイサーとしての役割は、非常に大きな精神的負担を伴います。ランナーを追いかける過程で、チェイサーは自分自身の感情や不安、恐れと向き合う必要があります。この過程で、チェイサーは孤独や絶望を感じることがあります。特に、ランナーが関係を拒絶する態度を示すと、チェイサーは自分自身の価値や愛について疑問を抱くようになることがあります。チェイサーの精神的負担は、感情的な混乱やストレスを引き起こし、最終的には精神崩壊に至ることがあります。この状態に陥ると、チェイサーは自分自身の感情をコントロールすることが難しくなり、日常生活に支障をきたすこともあります。精神崩壊の兆候と対処法。精神崩壊の兆候は様々な形で現れます。以下はその主な兆候と対処法についてです。感情の激変。チェイサーは突然の怒りや悲しみ、不安を感じることがあります。これらの感情の激変はストレスや未解決の感情的な問題から生じることが多いです。対処法。感情の激変に対処するためには、自己認識と自己ケアが重要です。瞑想や深呼吸、日記を書くことなど、自分の感情を整理する方法を見つけると良いでしょう。身体的症状。精神的な負担は、頭痛や胃痛、疲労などの身体的な症状として現れることがあります。対処法。身体的な症状を感じたら、まずは休息をとることが重要です。また、適度な運動やバランスの取れた食事、十分な睡眠も身体的な健康を維持するために必要です。社会的孤立。チェイサーは他人との関係を避け、孤立する傾向があります。これは自分自身の感情を他人に理解されないと感じるためです。対処法。社会的な孤立を避けるためには、信頼できる友人や家族と話すことが大切です。また、ツインネイの経験を共有するコミュニティに参加することも有益です。自己価値の低下。ランナーの拒絶により、チェイサーは自分自身の価値を疑うことがあります。これは、自己価値の低下や自己否定につながることがあります。対処法。自己価値を再確認するためには、自己肯定感を高める活動を行うことが有効です。例えば、趣味に打ち込む、自分の強みをリストアップする、ポジティブなアファメーションを行うなどです。チェイサーの自己成長と学び。ツインネイの関係において、チェイサーとしての役割は自己成長と学びの機会でもあります。チェイサーは、自分自身の感情やパターンを深く理解し、癒す過程を通じて成長します。この自己成長は、ツインネイの関係を進展させるために不可欠です。自己愛の育成。チェイサーは、自分自身を愛し、受け入れることを学ぶ必要があります。自己愛の育成は、ツインネイの関係において重要なステップです。感情の癒し。チェイサーは、
自分自身の感情的なトラウマや未解決の問題を癒すことを通じて成長します。感情の癒しは、瞑想やセラピー、ヒーリングなどの方法を通じて行われます。自己認識の向上、チェイサーは、自分自身の感情や行動パターンを理解し、改善することを学びます。自己認識の向上は、ツインレイの関係を深めるために重要です。精神的な成長、チェイサーは、ツインレイの関係を通じて精神的な成長を遂げます。これは、自己啓発やスピリチュアルな探求を通じて達成されます。チェイサーのサポートとリソース、ツインレイの関係において、チェイサーは多くのサポートとリソースを必要とします。以下は、チェイサーが利用できる主なサポートとリソースです。スピリチュアルガイド。スピリチュアルガイドは、チェイサーがツインレイの旅を進む上でのサポートを提供します。ガイドのアドバイスや導きを受けることで、チェイサーは自己成長と癒しを進めることができます。ツインレイコミュニティ。ツインレイの経験を共有するコミュニティに参加することは、チェイサーにとって大きなサポートとなります。他のツインレイとの交流を通じて、共感や理解を得ることができます。セラピーとカウンセリング。専門のセラピストやカウンセラーのサポートを受けることも有益です。感情的な問題やトラウマを専門的に扱うことで、チェイサーは癒しと成長を遂げることができます。スピリチュアルプラクティス、瞑想、ヨガ、エネルギーワークなどのスピリチュアルプラクティスは、チェイサーが自己成長と癒しを進めるための効果的な方法です。チェイサーの再生と新しい始まり。チェイサーとしての経験は、自己再生と新しい始まりを意味します。精神的な崩壊を経験することは、終わりではなく、新たな成長と変容の始まりです。チェイサーは、この過程を通じてより強く、より賢明な自己を見出すことができます。再生の過程、精神的な崩壊を経験したチェイサーは、再生の過程を通じて自己を再構築します。この過程は、自己愛、自己認識、感情の癒しを伴います。新しい始まり、再生の過程を経たチェイサーは、新しい始まりを迎えます。これは、ツインレイの関係においても、新たなステージへの移行を意味します。強化された自己、再生の過程を通じて、チェイサーは強化された自己を見出します。これは、自己愛、自己認識、精神的な成長を伴うものです。まとめ、ツインレイの関係において、チェイサーとしての役割は非常に挑戦的であり、精神的な崩壊を経験することもあります。しかし、この過程は自己成長と癒しの機会でもあります。チェイサーは、自分自身の感情やパターンを理解し、癒すことで、ツインレイの関係を進展させることができます。この動画が、チェイサーとしてのあなたの旅に少しでも役立てば幸いです。もし、この動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。また、ツインレイについての質問や経験があれば、コメント欄でシェアしてくださいね。次回の動画もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。